皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。スクリプトは概要欄からチェックしてください。さて皆さん、今日もお元気でしょうか？いや、日本は相変わらず暑いですよ。はい、先ほどニューヨークの生徒さんとレッスンをしていたんですけど、ニューヨークも暑い、今年は暑いっていうふうに聞きました。皆さんの地域はどうでしょうか？はい、今日はですね、何かを上達するにはどうしたらいいでしょうかという話です。上達するには、何かが上手になるには、皆さん何が必要だと思いますか？例えば日本語もそうですよね。私は英語を勉強してるから英語もっと上手になりたいですね。あとギターとかピアノ楽器もそうだし、チェス、将棋みたいなボードゲームというのかな、そういうのもそうだし、スポーツもそうですよね。料理かもしれない。いろんなこと皆さん趣味があると思うんですけど、ね、上手になりたいって思いますよね。何かを始めたら上手になりたいと思います。さあ、上手になるにはどんなことが必要だと思いますか？うん。さっきね、レッスンで話してたんですけど、そのトピックについて。これいいなって思ったのは、ある生徒さんは、自分を信じることが大事だと思いますって言ってました。そうですよね。自分にはできる。これは上手になれるんだって、やっぱり自分が信じてあげるっていうのも大事ですね。それも必要なことだと思います。はい。私はね、個人的にこれ大事なんじゃないかなって思うのは、そのもの、上手になりたいものが好き、大好きっていうこの好きという気持ちが必要だと思います。うん。やっぱり好きっていう気持ちがあると、なんていうかな、練習しなきゃ、これまた勉強しなきゃって思わなくても、自分からそのものを練習していくと思うんですよね。例えば、私が子供の時、水泳クラスと英会話クラスに通ってたんですね。で、水泳クラスは、うーん、あんまり好きじゃなかったんですよ。練習はきついし、練習はハードだし、きついし、なかなか、早く泳げないし、他にも上手な子、他にももっと速い子がいて、自分はダメだなって毎回思うし、もう全然水泳クラス好きじゃなかったんですよね。だから毎週クラスがあるんですけど、もう行く前は、今日もクラスに行かなきゃ嫌だな、時にはもう吐きそうってもう気分が悪くて戻しそうになったり、ちょっと綺麗じゃないですけど汚いですけど、はい、そんな気分になってたんですよね。だから早くなる、泳ぐことがね早くなるっていう目標に対して、私はもっと練習しなきゃいけない、嫌だけどやらなきゃいけないっていうちょっとした罰みたいなことをしなきゃいけないって思ってたから、なかなかやっぱりモチベーションを高く保ちながら練習に臨めなかったんですね。ただ一方で英会話クラス、これは自分がすごく好きでやりたい、もっとやりたいって思えるものだったんですね。だから、時には宿題で長い英語のセンテンスを覚えてきましょうっていう宿題があったんですけど、英語が好きじゃない人からするとなんていうの、意味がわからないとか、日本語じゃないセンテンスを覚えるなんてすごく苦しいことだと思うんですけど、私は英語が好きだったから、もっと上手になりたいから自然に
自分から練習してたんですよね。だからそれを罰とも思わなかったし、やりたくないとも思わなくって、自然にどん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 上達していったように思います。今もまだまだなんていうの、ネイティブレベルじゃないし、言えないこともたくさん、英語で言えないこともたくさんあるんですけど、だけど今でも英語のコンテンツを見たり、YouTube 見たり、ポッドキャストで英語のポッドキャスト聞いたりしながら、勉強だと思わずに、楽しいから、好きだから続けられてるんじゃないかなと思います。はい。日本語のことわざでね、それこそ好きこそものの上手なれっていう、ちょっと昔の日本語を使ってるので分かりにくい部分もあるんですけど、意味としては、楽しい気持ち、好きな気持ちがあれば、おのずと自然にうまくなるものだよっていう意味です。ごめんなさい。大事なところで噛んでしまいましたけど、楽しんでやれば、好きな気持ちを持ってやれば自然にうまくなるものだよっていう、ことわざですね。それは私もうその通りだなと思っています。なので皆さん日本語の勉強をしててなかなか上手にならないなとか、なかなか上達しないなっていうふうに思うかもしれません。漢字やらなきゃ、もっと文法勉強しなきゃっていう風に、なんかやりたくないことをやらなきゃって思ってる人もいるかもしれませんね。そういう時こそ、やらなきゃっていう勉強を一回ちょっと忘れて、なんで日本語を勉強し始めたんだっけっていう最初の自分の気持ちをぜひ思い出してみてください。ある人はアニメが好きだから、アニメをもっと理解したいと思って日本語を始めただろうし、日本語の音楽、J-POP が好きで歌詞を理解したいとか、日本の俳優さんが好きとか、日本のアイドルが好きとか、多分最初好きっていう気持ちから始めたと思うんですよね。その気持ちをぜひ大事にしてほしいなと思います。なのでアニメが好きだったら、アニメをもっともっと見たらいいと思います。で、いちいちわからない日本語をメモしてとか、そんな風に思わずに、ただただ純粋に好きなものを楽しんでいけばいいと思います。それって全然学んでないじゃん、何も日本語覚えてないじゃんって思うかもしれないけど、いやいや覚えてますよ。自然と日本語を聞くことで、今まで学んだことの復習にもなるし、新しい言葉を見つけるかもしれません。好きな気持ちをぜひ持ち続けてほしいなと思います。で、好きなコンテンツ今ないんですよっていう人は、日本人の好きな人を見つけるのもいいと思います。好きっていうとなんか恋愛的な意味じゃなくって、友達とかね、この人ともっと話したい、この人のこともっと知りたいって思えるような日本人のお友達を見つけるのもいいかもしれませんね。そうすることで自分からもっと日本語で話したいって思えるようになるので、日本語を話すにはこの言葉を勉強しなきゃっていうふうに自然とね、学んでいけるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ好きな気持ち大事にして、日本語の学習頑張ってくださいね。じゃあ本日は以上です。今日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。